こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。ホンダも被せてきた。何？先日発表があったヤマハの YZF-R7 かな？関係ないと思いますが。というわけで、ホンダ NT1100 の国内仕様が発表されたな。こちらは欧州発表から、あっという間でしたね。だな。NT1100 は欧州で10月に発表、12月に国内仕様だから約2ヶ月か。今回は国内ラインナップ、価格、仕様などをサクッとまとめてお届けするぜ。VFR1200F なき今、ホンダが送る新時代ツーリングマシンを考察します。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、発売日と価格とタイプ。2、カラー&デザイン。3、ライバル比較。4、まとめ。です。じゃ、はじめ、か。1、発売日と価格とタイプ。新型スポーツツアラー NT1100 の発売日は、2022年3月17日だ。もちろん取り扱いはホンダドラームですね。そうだ。251cc 以上のバイクは夢天1000倍だからな。3月はバイクに乗るには少し厳しい季節だけど、大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。2種類のディフレクターのおかげで、冬季の防寒性能はバッチリですからね。ぜひ体感してみたい。欧州向けでは、DCT 仕様と MT 仕様の2タイプ用意されていたけど、国内仕様はどうなったの？ DCT 仕様のみ、ファミアなしタイプの導入だな。MT 仕様でクイックシフター装着して、ギアチェンジを楽しむツーリングを期待してましたが、叶わぬ願いとなりました。DCT と MT では日本円換算で約17万円の差があるから、MT 仕様とクイックシフターの需要もあると思うんですけどね。いや、逆にないんじゃないか。ミドル層は DCT 一本で OK だと思うけどな。じゃ、価格についてですが、欧州では12,999ポンド、日本円換算では約195.8万円だな。じゃ、国内価格は？では、発表するぜ。168.3 万円だ。ほほう。サイドパニアの価格は、工賃込みで約20万円ぐらいだ。だとすると、欧州価格とほぼ同じですね。ホンダでツアラーバイクといえば、名機 V4 エンジン搭載、VFR800F インターセプターは 144.54 万円、NC750X の DCT 仕様は99万円だ。基本性能だけを見れば、NC のコスパが凄まじいですね。で、NT1100 のライバルと言われてるのが、スズキの GSX-S1000GT だ。このバイク、国内未発表なので、価格はわかりませんよね。でも、国内仕様の GSX-S1000 価格と欧州価格から、大体の価格予想はできるぜ。S1000 の欧州価格は1,999ポンド、円換算だと164万円だ。国内価格は143万円なので、欧州と国内の差は約20万円だ。S1000GT は1万1,599ポンド、日本円換算だと約173万円。差額を引くと、153万円ですね。この性能で150万円台は魅力的だな。オートマ感覚で乗れる NT1100、シフター付きで操る楽しさの GSX-S1000GT。相手にとって不足はないです。お次はカラーだ。2、カラー&デザイン。NT1100 のカラーはこちら。マットイリジウムグレーメタリック。パールグレーホワイト。グラファイトブラックは、国内未導入ですね。ヤマハだったら、ホワイトが落ちて、ダークサイドなブラックがカタログ入りか。マットイリジウムグレーメタリックは、写真で見ると光沢感があって高級感を感じるな。マットなのに光沢感。ちなみに、2022モデルの XADV でも同カラーが存在するぜ。こうして並べると、みんな顔が同じでからだが。NT1100 はフロントフォークがシルバーで主張してこない分、落ち着いて見えますね。このバイクに乗り換えたら、青月さんも落ち着いたねって言われるかもな。言われたいのね。デザイン的には、防風性能に注力したって話だな。スクリーンやディフレクター装備が充実してる。塗り分けしたり、差し色的な塗装は少ないから。機能的効果はあるけど目立たない、渋い造形ですね。これで、カラーチェンジで赤とか黄色とか出てきたら出たら出たで褒めますよ。あと、レプリカや記念モデルもね。ヤマハが絶賛販売中の WGP3060 周年カラーだな。ヤマハのストロボカラー的なデザインって、ホンダにあったっけ？思い浮かびません。スポンサー配色はあるんですけど。3、ライバル比較。じゃ、お次は仕様、機能比較といくか。欧米仕様と国内仕様を比較？いや、今回はガチ購入ライバル比較だ。なんと比べるの？ヤマハのトレーサー 9GT だ。相手にとって不足はない。それじゃ、比較表どうぞ。価格。トレーサー9のリーズナブルさが際立つな。基本機能はどちらも同じですけど、エクステリアは NT1100 の方が上質感がありますね。それが価格の差、か。車両サイズ、足腰回り。NT1100 のが重くてでかい。メカニズム的に仕方ないですよ。DCT 積んでるし燃料タンク容量も大きいし。
見た目も貫禄あるしな。足回りは？ NT1100 は昭和、トレーサー 9GT はかやばの倒立サスだ。だがしかし、トレーサー 9GT は電子制御サスを装備してる。しかも IMU 制御だ。この価格帯でよくやったヤマハ。装備内容だけ見たら NT1100 のが残念に見えますが、こちらには DCT がありますからね。DCT とオートクルーズの組み合わせは、NT1100 のストロングゼロですよ。ストロングポイント、な。新しいもの好きとしては、電子制御サスも、DCT とクルーズコントロールの組み合わせも、どちらも気になる。エンジン性能。これは排気量の差が圧倒的、じゃない。1084cc の NT1100 より、888cc のトレーサー 9GT のが数値的には上だ。いやいや、マリサさん。エンジン性能は最高出力じゃないですよ。出力特性ですよ。NT1100 は、給排気系を専用設計とし、低速から豊かで幅広く使えるトルクと高回転までスムーズに回る特性を持たせることで、力強くスポーティーな走りを楽しめるパワーユニット。ですよ。それならトレーサー 9GT は、トルクフルな新888立方センチメートル CP3 エンジン、主要パーツを新設計し軽量化を図り、スポーツツアラーとしての機能を高めました。だぜ。言葉って大切ですね。NT1100 もトレーサー 9GT もスロットルバイワイヤ採用、トラクションコントロール装備で、エンジン周りの基本仕様は同じです。トレーサー 9GT は、IMU 活用で3種の制御システムが追加されてるぜ。NT1100 は IMU 未搭載だろ？そうなんですけど、ベース車のアフリカツインには搭載されてますので、システム的には対応できると思います。これからの発展に期待、ってところだな。主要装備。NT1100 の装備はこちら。大型ウィンドスクリーン、5段階手動調整。DCT、6.5 インチタッチパネル式 TFT フルカラーメーター。Apple CarPlay、Android オート対応。Honda、セレクタブルトルクコントロール。ライディングモード。クルーズコントロール。オートキャンセルウインカー。グリップヒーター。ETC2.0 車載機。だぜ。トレーサー 9GT は、こちら。大型ウィンドスクリーン、10段階手動調整。クイックシフター&アシスト&スリッパークラッチ。2画面 3.5 インチフルカラー TFT メーター。IMU を使った車体制御。TCS、SCS、LIF。D モード、走行モード切り替えシステム。コーナリングランプ。クルーズコントロール。グリップヒーター。ETC、オプション。だな。違いはスマホ接続、ETC、コーナリングランプぐらいですね。主要装備はトレーサー 9GT の方が上手だな。4、まとめ。ホンダのラインナップに抜けていた大型スポーツツアラーに新型が登場したことで、今後の展開の足がかりとなる、期待の一台となりそうだな。ライバル比較では、NT1100 はすげーってことになりませんでしたが、ホンダ好きとしては、どんなバイクでも無償の愛で受け入れますよ。日東ホーネットコンセプトももちろん、NT1100 を一言で表すと、日常の扱いやすさと長距離走行の快適さを両立したスポーツツアラーだ。欧州では、オールラウンダーを求める雰囲気があるから、基本がしっかりしてて、余剰な機能や性能がないバイクの方が好まれるって話だ。車で言うなら、フォルクスワーゲンのゴルフのような。そうだな。気をてらわない、落ち着いたデザインや仕様のバイクが、売れるバイクってことだ。NT1100 やトレーサー 9GT の詳しい仕様は、青月電次第で紹介済みですので、興味のある方は動画をチェックしてくださいね。気に入っていただけたなら、チャンネル登録やコメントをいただけると、動画作成の励みになるぜ。では、今回はこの辺で。それでは、See you!